皆さんこんにちは。ながらフライクの時間がやってきました。ながらフライクって何？ながらフライクとは、あんなことやこんなことを忖度なしにしていくラジオ感覚の動画となっております。お酒を飲みながらでもいいんですか？お酒を飲みながらでもいいですよ。今日もう6時過ぎてるしね。そうですね真っ暗だもんね、外ね。本当に、冬ですもんね。でも今日のお品書きはセールスフォースエンジニアの定義。今日はね、セールスフォースのエンジニアっていうのが定義をしたいと。はい定義をしたいというか、もう物申したいと。僕はエンジニアです。私はエンジニアですって応募してくるのにさ、何もできんや。お前さ、エンジニア名乗んなよみたいなのって言葉が良くない。不幸になっちゃう。エンジニアってなんやねんってとこですよね。そう。なので、アドミニストレーター、アドミンですと。アドミンだったら何ができるんですかと。エンジニアはもうちょっと分けましょうと。ノンコーディングとコーディングで分けましょうと。コーディングもね、もうちょっと分けれるかもしれないんですけど、あとはコンサルタントですよ。要件定義ができるコンサルタントってなんやねんっていうのをちょっとわちゃわちゃと話をしていきたいなと思ってます。まずはこれボン編集バンまたやってるよ。やらかしやがったアドミニストレーター。アドミニストレーターっていうのをどういうことができる人かっていうのを教えてください。でもこれはね、全般の話になっちゃいますけど、私資格名でいくのが一番シンプルなのかなと思ってて、なるほど。エンジニアって言葉は良くない。エンジニアいらない。アドミニストレーター、デベロッパー、シンプルじゃない。確かに。ってなるとアドミニストレーターやっぱりセールスフォースの基本的なことを広く浅く知ってますよっていう感じですかね。めっちゃアドミニストレーターや。デベロッパーではないもんね。デベロッパーじゃないね。アドミニストレーターはなんか広く浅く。アドミニストレーターもちょっと広すぎますかね。いやだからなんか、管理者じゃん、日本語にすると。要するに IT に詳しい人ではない。自分の中の定義はセールスフォースにちょっと詳しい人ぐらい。登竜門みたいなもんだもんね、資格もね。あそれなのにさ、世の中さ、アドミニストレーター受かればさ、セールスフォースの管理者ができますみたいなの俺は嫌い。セールスフォースって奥が深いんですよ。あんなこともこんなこともできるのに、アドミニストレーターだったからなんか素晴らしいんですみたいなのは俺は良くないと思ってる。アドミニストレーターは本当リスクに言う通り、セールスフォースのちょってちょっとカスタマイズができるぐらい。深いことはできません。そうですね。で、ちゃんと自覚をしてほしい。アドミニストレーターはね。そうですね。じゃあ次、エンジニア。ノンコーディングとコーディングがあります。ちゃんとこれもエンジニアに分けないといけないと思ってて、次のディベロッパーともちょっと重複するところあると思うんですけど、エンジニア、ディベロッパーをどう定義しますか？まずエンジニアという言葉をこの世からなくしましょう。はい。今からエンジニアは言っちゃダメです。何の決定権があるってですか？そうじゃない。いやでもそう、難しいです。自分で自分のことを一応何やってんのって言われた時に、エンジニアって言ってみたりするものの、じゃあプログラミングとかめっちゃ書けるんだって言われた時に、ちょっと違うよみたいなね。そう、いやちょっとじゃないですよ。だって書かないですよ。プログラミングがねできないみたいな、何してんのって言われた時、プログラミングなくても作れるシステムがあるんだよみたいなことを言うわけですよね。なんか何やってるかよくわかんないね。なんですよね。よくわかんない。しかもさ、その段階でさ、ちょっと見下されない？それ俺良くないと思うんだよ。沼ちゃんには沼ちゃんのノンコーディングのところのアドミニストレーターのところとかの価値があるのに、エンジニアって名乗って、お前何してんの？いやコーディングはできないけどねって言ったら、なんかすっげえマイナスになるのは俺良くない。確かに。だからエンジニアという言葉のせいで僕の評価が下がってる。本当だよ。下がってるぞ。本当に確かに。だけんもうこうしよう。今日から僕はコーディングができないエンジニアですって言ってください。かわいい。いやだからそれがコーディングができないエンジニアですだから下がっちゃってるんだよ多分。いいんだよ。もういいか。確かにな。
それを下に見るやつが良くないかもしれない。そう自分を卑下すんなよ。出たスマテンチャールやわからない人はYouTube で CM を検索してみてください。ようめっちゃ見るけどこっちでもいいんじゃない僕の彼はこっちか。ちょいちょい後ろ向いてるけど。そうでしたね。いやでもまあぶっちゃけた話をするとエンジニアってちょっと広すぎますよね。よくないですよね、エンジニアって。野球選手してますと結構似てるかも。あれサッカー選手ですよみたいなエンジニア。あ、じゃあめっちゃシュート決めるんだよねって言うと、いやいや俺ゴールキーパーらしいみたいな。そんな感じじゃない？まあ分類としては、いやもっとでかいんじゃないですか。スポーツ選手ですみたいな。そんな気がしてきた。地球人ですみたいな。広すぎかも。それ働いてますみたいなレベルじゃないですか。いやでも本当に多分スポーツ選手ですとか。スポーツ選手なんかかね。その部類かもしれない。あ、じゃあめっちゃ走るの体力あるんじゃないみたいな。いやアーチェリーなんだけど。そうかもしれないですね。無課金の。いや、それこっちあ、そうやな。無課金おじさん。でもそのぐらい広いかもしれない。ダメだよエンジニアっていう言葉をセールスフォースの中で使っちゃった。だからディベロッパーはディベロッパーですってお客さんに言うとさ、じゃあもう奥さんとか全くこうセールスフォース界隈知らない人にディベロッパーしますって言うと、何ディベロッパーって世の中的にさ、カンコンのディベロップメントやん。不動産でよくそう。じゃあディベロッパーも定義するんだったらどうする？しかもディベロッパーもさ API を開発する人とかさ、そのセールスフォースの中身を作る人も一応ディベロッパーなわけじゃん、セールスフォースの VF を書く人とかもディベロッパーなわけじゃん、何ディベロッパー？僕はデベロッパーっていうワードをまあ多分広いんでしょうけど、もうコーディングする人は僕はデベロッパーの印象ですね。コーダーはね、コーダーがいいかもしれないですね。コーダー、コーディングする人、コーダーね、他に何がある？コーディング以外に、あれは API 連携する人はコーダーでいい？これが世の中のコーダーの話をすればフロントエンドとかバックエンドとかネットワークエンジニアとかインフラエンジニアとかになってくるけど、セールスフォースってもう狭すぎるからデベロッパーを名乗る以上 API はできないといけないと思いますし、 VF も書けないといけないと思うし、 APEX も書けないといけないし、 JavaScript も書けないといけないと思いますね。セールスフォースっていう言葉でいくのであれば、だから一緒でいいのかな。ただちょっとなんか VF ちょっといじれますみたいな。 VF APEX 触れます。これは何に該当するんですかね。そうしたらコーダーなんじゃないかな。コーダーなんかよく面談してるってこうスキルセット確認するときに APEX 書きますか？書きますっつって、ここにどんなの作ったことありますかって言ったら、いや保守で他の人が書いたコードをちょっと一部修正しましたみたいな。まあ気持ちわかるけど、それでもそれすごいです。僕もそれだったらできるじゃない。いやまあ確かに帳票とかできるもんね。画面系の。でも僕自分でデベロッパーとかコーダーって思わないですもん。沼ちゃんは結構自分のこと卑下してる。出た最近ちょっと流行りみたいなことですか？ちょっと前のね、俺沼ちゃんはセールスフォース界隈っていうとポジション高いと思うよ、なんかうちの中で考えたりとか、うちの業務委託のメンバーとかのレベルがめっちゃ高いから、なんか自分は一番下なんじゃないかって、それこそさ、こうエンジニアの中のコーディングができないからっていう、こうマイナスになってるかものイメージだから、こう良くないポジションみたいなこと思ってるかもしれないけど、世の中で考えるとまあまあ上だと思う。しかもね、多分コーダーって言っていいと思うよ。でトリガーをつけるじゃん。まあ VF も簡単な VF だと作れるじゃん。言っていいと思うけどね。そうなんですか。うちの案件がそもそも開発案件多いですからね。必然的に開発者しかいない。そうだね。デベロッパーか今のね。じゃあ最後コンサルタントですよ。世の中コンサルタントたくさんいるんですけど、セールスフォースでいうコンサルタントって本来どういう役割だと思いますかっていう質問です。定義しよう。フライク流定義。もう明日からコンサルタントっていう名乗っちゃダメですみたいな。これを定義しますみたいな。この役割の人はコンサルタントですみたいなこと言えるんだったら、なんだろうね。まず前提として絶対いるのは、お客さんの業務をちゃんと理解すること。業務設計コンサルタント。設計とかですね。でかつ、理解してそれを作るだけじゃダメなので、それってただコンサルはしてないですもんね。聞いてるだけなんで、ヒアリングしてなるほどできました終わりだと、これはコンサルじゃない。ヒアリングやとコンサルタントは違うと。違うと思うんですよ。面白い。本当に違うと思います。聞くだけだったら、もしかしたら誰でもできるかもしれないじゃないですか。そこにもっとこうしたらいいんじゃないですかみたいな
お客さんの何かを変える、なんて言えばいいですか、何かは変えたい、コンサルというにはからには、意識でもいいですよ、システムでもいいですし、何か変えたい。俺それで言うとクライクの強みってお客さんのことが好きっていうところ意外とねこれね、他の企業にはないところだなと思ってて、お客さんのことを真剣に考える、今日は動画撮影だからこうかしこまっているところももちろんあるけど、普通に飲み会の時とかにもお客さんのこと考えて発言する時ってあるじゃないですか。もちろん居酒屋とかだとお客さんの名前とか言わないけどさ、このお客さんこういうところ変えたいんだよねとかっていうのを真剣に業務外でも考えれるのって多分うちの強みだと思ってて、お客さんのことを好きにならないんだったら俺コンサルタントできないと思う。当事者意識で語れないもん。変えてあげたいっていうよりかは、当事者だったらこういう風にした方がもっと幸せになれるとかっていう感覚で話せるのはなんか沼ちゃんでいうヒアリング屋とコンサルタント屋の違いかなって思いました。そうですね、俺が思うのはその実行できる人、do までやってほしい、実行までしてほしい。コンサルティングの沼ちゃんが言ったみたいなヒアリングだけじゃなくてこうするべきだっていう、もうその先まで求めたくて、その先にじゃあこうしましょうねっていうのをちゃんと実行してくれるっていうところまでをコンサルタントの定義に入れたい。こうすべきだ、あとよろしくみたいな。じゃあそこ以降もちょっと伴走してもらえませんか、成果出るまでって言ったら多分エセコンサルの人たちは出せないから、いやちょっとうちはそこまでやってないんでみたいな、もうエセコンサルまでいく。エセコンサルの人たち、なんかエセかどうかは分からないけど非現実的な戦略を立ててるのは俺は S だ。そうですねなんか実行可能なところをビジネスモデルとしてここまでなんですっていうのは俺はエセじゃなくてビジネスモデルとしては OK だと思ってて、お客さんにとってハッピーじゃない提案資料とか戦略書みたいのを出してるのはエセだと思う。無理じゃん、絵に描いた餅だけあっても無理じゃんって思う。一流業務設計までのところをちゃんとやってる人たちまでは別にそこはエセじゃないですよね、ちゃんとね、持ち屋持ち屋でシステム設計やってもらってくださいっていうのはありだと思うけど、業務設計で as is to be の to be の部分がいや無理やんみたいっていうのは違うかなって思います。これ騙されるよね、疎い人たちだったら。今の時代ここまでできるんですよみたいな言ったらあできるんやみたいなね、なりますもんね。いやそれさ営業の人たちってまさにそうじゃない？何でもかんでもできますみたいな、大体騙されてんじゃん。しかもあれ立ち悪いのはその後に首絞まってるのは自社の人たちっていうね、 CS とかが怒られる、営業がすっげえ大きいこと言っちゃったせいでできないじゃないかみたいな、かわいそう。そうね、カスタマーサクセスって言ってもさ、もう契約更新だけじゃん、俺もうあれやめてほしくて。結論、エンジニアって言葉を世の中から排除します。そうですねこれはね分かりにくすぎる、広すぎるんですよね。そう広すぎる。コーディングができないエンジニアのことを見下すのはやめよう。そうですね、それにも価値がある、アドミニストレーター、ノンコーディングっていう価値があるっていうことで、フライクの定義は以上ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。